実験大好き MNL です。今回はベランダから電波が出ない。飛ぶ人もね、当然いるとは思うんですけど、当局は残念ながら飛ばない部類です。もっとね、いい場所ないかなっていろいろと探してきたんですけど、結果的にはね、3階のベランダからどうも平面駐車場の方がよく飛ぶぞっていうことが分かりました。その原因をね、ちょっと技術的にご紹介できればと思っております。前回紹介いたしました 2m の4分の1ラムダラジアル8本の GP 海外局が先日入ってきましたので、中間報告の方もねさせていただこうかなと思っております。3階のねベランダなんでね飛ばないのかっていうのをねちょっと考えてみました。地上高が 8m 微妙ですよね。もうこれはやっぱりね一番の原因じゃないかなと思っております。でなおかつねマンション単独でボーンと立っとるだけならいいんですけど、私の住んでるところがマンションがものすごい多いところっていうんですか、三方が完璧に高いマンション、もっとね高いマンションに囲まれてますので、正直言って周りがほとんど見渡せないような状態になっております。窓から顔出しますとね、ほとんど見えるのはもうマンションだらけ。こんなロケーション本当電波出していいかなっていうね場所からね電波出しとるような形です。で実際は大雑把に書くとこんな形ですね。これ私の今住んでいるマンションです。高さがねちょっとおよそ 20m ちょっと低めのマンションになります。その周りにね 40m クラスがもう周り取り囲んでるっていうんですか。この間はね少しね 100m とは言わないんですけど 80m ぐらいはね間隔があるんで、まだその点はいいんですけどね、真正面それでもやっぱり前が全くねこう見渡せないような状態でねアマチュア無線楽しんでおります。でこれがね横から見た感じです。これ結構重要なんですけどね、運の悪いことにねちょっと私のこのマンションの真正面に電柱が立ってます。で高さもね3階です。低いです。ですのでちょうど私のね真正面ちょい下ぐらいに電導線ですね 100V、200V の一層3線式の 200V、100V とあと CATV とか電話線がバーッと走っていってます。でなおかつその上にね今度は 6600V もあると。でちょうどね距離が 4m ぐらいでしょうか。もう低段が当然は届かないんですけどね、何してもね非常にねこの 6600V もあるんでね気になってるような形です。もっとね高きゃ良かったんですけどね、マンションの方が中途半端な高さにありますのでね、全てが見えてるようなところにあります。テラスからアンテナが自由に出せないでね、電線が結果的にねもう誰が見ていただいてもね干渉するような状況になっております。でなおかつねやっぱり50メガあたりでしょうかね、ちょっとやっぱりノイズが多いと。きっとなんですけど CATV とかADS 含めていろんなものが走ってるんで50メガ出れないほどでもないんですけど、結構ノイズが多いなとは思っております。3階のベランダから運用2年ぐらいやってたんですけどね、その当時のねちょっと結果簡単にご報告させていただきます。7から430まで一通りね運用しておりました。ベランダ目立ちますので真正面に電灯線6600もあります。気分的にもあんまり無茶なことができなかったということで、やっぱりエレメントはね前の方に 2m ぐらい突き出すのが精一杯のような状況でした。実際にエレメントを 2m ほど突き出した、これがちょうど HF のロングワイヤー、短いですね正直言って。ただこの当時もねこれがちょっと限界だったと。でこの下からもね垂らす方法があるんですけど、垂らしたらでやっぱり下の方に見えちゃったりするのでちょっとトラブルを避けようかなと思いまして、ほんまに 2m だけ突き出したのと、あと 2m あたりですよね、皆さんよくやってるこのテラスから真上に上げていくと、ちょうど建物から出てはないんですけどねこう立ててるようなタイプ、あまり飛ばないなと思ってこういう形でねロングワイヤー GP を中心に上げておりました。本当の理想論がこうですね、できれば 5m ぐらい突き出したかったと。この下にも垂らして 5m 計 10m ぐらいあればねよく飛ぶっていうのは過去の経験でも知ってるんですけど、それがちょっと今回はね実現できてないというような形です。 GP につきましてもここに立てるんじゃなくて 1m 手前 1m ぐらい手前に出しますよね。これもね昔の経験でよく飛ぶっていうのは知ってるんですけど、さすがね 1m も出しますと目立っちゃいますのでもうこれもできなかったと。ですのでねこの奥に入った時点でねやっぱり全ての運命が決まってしまったんじゃないかなと思っております。で気軽の時にはねできるだけ使う時だけ設置、使わない時にはねもう外して目立たないようにね気をつけて運用しておりました。テラスがもう全体的に狭いで、アンテナのね設営撤去結構ねなんかこう場所的にもなんかするとあっちこっち天井に当たるっていうんですか、意外ともっと簡単に最初はできるのかなと思ったんですけど、ベランダってねやっぱり当然洗濯物もありますので、
そうもいかないっていうんですかね。やっぱり綺麗に片付けとかないと家族の邪魔にもなるんで、やっぱりね、やってみると結構手間取って、なんかやっててもね、ちぐはぐな状態がね、2年間ぐらい続いていたような形になっております。手間がかかる割には電波が飛ばないと。手間がかかってもね、電波が飛べばね、結構面白いと思うんですけど、結果的にはね、自分的には、電波が飛ぶか飛ばないかって言われると、飛んでおりませんっていうような状態だったんでね、やっぱりやっててもあんまり面白くないっていうんですか。やっぱり電波飛ばないっていうのがね、いかに面白くないのかっていうのをね、こちらの方にちょっと引っ越ししてきて、このアパマン生活してね、痛感したような限りです。隣にあります平面の駐車場からね、運用したらどうなんかなっていうのをね、パッとその当時思いついたのがね、きっかけになっております。ちょうどね、平面の駐車場です。地上高は0メーター。周りはね、もうマンションだらけ、90度。僕を見てもね、もう本当に何も見渡せない最悪なね、ロケーションではあります。部屋がこの辺なんですけど、駐車場がちょうどね、いい感じで真横にあるのは助かったんですけどね。結果的にこの辺の空間はね、駐車場が続いてて広いんですけど、この辺ちょうどブロックで囲まれてる。車の屋根ぐらいの高さですと、周り全然見渡せない。常時はね、車内の方にアンテナ隠すような状態。無線機もね、車内にずっと置きっぱなし。必要な時だけね、アンテナを取り出して運用しているような形です。実際はこんな形ですね。これね、もう何回も紹介してるアンテナなんですけど、ホイールに簡単に取り付けて、通常のね、HF です。5.5 メーターの釣り竿をポコンとセットして、これで7から50。2メーターもね、この辺にアンテナくくりつけたりして、2メーター430もね、出てたような形になっております。この一本にね、柵のアンテナが中心なんですけど、いろんなアンテナをね、くくりつけて運用しておりました。やってみると、これ最初はもっと苦労するのかなと思ったんですけどね、だいたいアンテナの撤去撤収に5分ぐらいでだいたいできるっていうんですか。で、なおかつね、この駐車場のメリットっていうものなんですけど、車の方をね、必ず旋回させる必要があります。一定の距離が確保されているっていうのがね、意外とこれポイントだと思いました。意外とね、これがあらゆる面でもね、アンテナ設置する上でも役立ったんじゃないかなと思っております。ここですね。ここが一番近い障害物。自分の建物なんですけど、6メーターぐらいの距離があるような状態になっておりました。アンテナがね、非常に正常に動作してるっていうんですか。建物の壁とか手すりとかいろんなところに干渉してしまって、ちょっとでもアンテナ動かすと、エスタバールがバンバンね、HF とかですと、エスタバールがボーンと上がるのでびっくりされた方がいるとは思うんですけど、比較的ね、前のスペースがあるので、少々アンテナが動いても、エスタバールがあんまり変わらないと。短縮率も最大でも 50%。10メーターのものつけますとね、短縮率0になりますので、調整も本当に楽だったと。非常にね、ここは助かったような限りです。HF から430メガ楽しんでみたんですけど、これがね、思った以上に飛ぶんだと。50メガのやつとね、2分の1ラムダの GP、ノンラジアル GP と言われるものなんですけど、これをちょっと使っておりました。一応自作品なんですけどね、ノンラジアルの GP。で、145あたりがね、この前もご紹介した4分の1ラムダの GP、しょぼしょぼアンテナ使っておりましても、100キロ以上はもう結構楽勝で QS をできてたと。全くね、見通し範囲外なんですけど、結構ね、驚くほど電波が飛んでおりました。で、一番ね、不利な東側。こっち側もね、東側も結構ね、勢いよく飛んでたような形になっております。で、144、430メガ。どっから電波が飛んできてるのかなっていうので、ヤギアンテナをね、実際に回してテストしてみたんですけど、回すとあっちこっちからほぼ360度ぐるっと電波が来るっていうんですか。普通ですよね、こちらが直接波、この辺が反射波が2つぐらい来てるんやなっていうので分かるんですけど、回すとね、もう四方八方、本当にビームが切れない、壊れたんじゃないかなっていうぐらいね、もう四方八方からね、この周波数帯、電波が来てるっていうことが確認できております。で、7メガ、21メガはね、さすがにヤギへちょっと持ってこれないんで、これも体感上なんですけど、当然ね、こちらから見ますと、1エリアとか8エリアが常時ね、6メーター先に20メーターの壁になった自分のマンションがあるんですけど、そっち方向もね、意外と飛んでると。この運用スタイルで一番重要なのが、上方向には制約なし。斜めがね、やっぱフルサイズも設置できると。通常はね、5メーターのエレメント、50% の短縮で楽しんでるんですけどね、それでもね、結構楽しめたと。反射波のね、有効活用っていうのは、思った以上に重要っていうことがね、なんですけどね、まだこれ決定はできないと思うんですけど、どう考えたってこれはもう反射波しか期待ができないので、意外とね、反射波っていうのはバカにもできないなっていうのをね、痛感したような限りです。で、必ずね、これ言われるのが逆にスーパーローカル。やっぱり近い局長さんもおられるんでね、近い局長さんと QS 数と必ず言われるのが、結構電波弱いですねってよく言われます。
スーパーローカルからね強いと言われたことは一度もありませんので、スーパーローカルさんからねその場所にしては S メーターが降らないっていつもねご指摘受けているような形になっております。こういう形でいろいろとやっていきますと、やっぱ壁から適当に離れる、これがね何メーターとは言わないんですけど、やっぱり昔言うてた1波長とか2波長とか3波長、適切にね壁から離れることによってね反射波を効率的にね活用できるっていうんじゃないかなと思ってます。先ほども説明したんですけど、昔こういうスタンスで1メーターほど離して2メーターのアンテナが意外と飛んでたなっていう覚えがあるのも、要は1メーター、実際に1波長まで離すことはできなかったんですけど、0.5 波長でも離れますと、やっぱりこういう建物とアンテナが干渉しない。でなおかつこの建物自身ももう一つの反射物ということで、電波を吸収するんじゃなくて反射方向に持っていってくれたんでね、意外とね今から考えてもこの1メーター離したアンテナっていうのはね飛んでた理由っていうのもねなんとなく分かってきたような次第です。こうやって反射波の多いところにおりますとよく分かってきたのが、意外とねヤギアンテナと GP は無指向性です。比較すると無指向性の方がよく飛ぶと。昔ですとねなんかこうヤギでも手で回した方が飛ぶのかなと思って一時期試した時もあるんですけど、手間かけた割には全然飛ばなかったと。それよりももう無難に GP 無指向性回さない方がいいなと思いました。多段式ですよね。こう同じエレメントを複数上に重ねて指向性を得る、水平面の指向性ですけどね、指向性を得るアンテナよりももう無難に4分の1または2分の1とか8分の5ラムダじゃないですけど、1本のエレメントだけで処理した GP の方が数メーターに関しましてはねよく飛んでたなっていうのがね、もうこれやっぱり経験でも分かってきたような次第です。アンテナの周辺に十分な空間がないとやっぱアンテナ本来の性能も出ない。先ほど反射化のために離した方がいいっていう考えもあると思うんですけど、もう一つはねやっぱアンテナです。周りに空間がないと十分な働きをしないっていうのはよく人の話では聞いてたんですけど、やっぱりね使ってみるとじわじわとそのね実感が湧いてきたような形になっております。地上光を選ぶのか、それともアンテナ周辺の空間の確保が重要なのか、どっちが重要かっていうのはこれね一番問題じゃないかなと思います。やっぱり両方ね取れる方はね両方取った方がいいんですけど、どっちかしか取れない方っていうのも意外と多いんじゃないかなと思います。結果的に分かったんが、あくまでもこういうマンション、要は壁もあるし前からも出せないっていう制約があるので一概には言えないと思うんですけどね、地上高の高いマンションですよね。例えば地上高30階建てですとか言いますとね、もう40メーター50メーター今でしたら100メーターのマンションもありますので、そういうとこはまた別世界っていうんですか、やっぱり見晴らし効いてますので多少何かが悪くてもものすごくね影響があるとは思うんですけど、地上高がないようなマンションですと地上高の意味ってあんまりないんじゃないかなと。高さが低いマンションではあまり地上高っていうのは出てきてないんじゃないかなと思っております。でちょっとまとめの方をさせていただきます。やっぱりね微妙なロケーションですよね。今回もそうなんですけど、平面の駐車場って最初やり始めた時に絶対ダメだろうと思ったんですけどね、最終的に分かったことはやっぱり電波出すまではやっぱり飛ぶ飛ばないっていうのはよく分からないと。自分としましたらね楽しめるっていうことが分かったんですけど、これまた別のマンションになりますと全然位置関係も全部違うと思いますのでね、この辺は多分一概には言えないと思うんですけど、一概に言えないからこそねやってみるまでわからない。でやっぱりダメ元でもねこう電波出してみて決めていくと。人のねこういった話聞いてそれが全てかって言いますとあくまでも一例ですので、やっぱりね自分のその立地条件で電波出してみて判断してみると。私の結果なんですけど、地上高0メーター三方がマンションに囲まれてて、当初はもう最悪もうこんなのやって耳がないだろうと思ったんですけど、私なりのね経験上ですとそこそこ電波が飛んでたような形です。3階のベランダでやるよりは駐車場の方が電波が飛んで、なおかつやっぱりね手間もあまりかかりませんでしたので、意外と楽しいっていうことが分かってきたような形になっております。思わぬことでね満足感が得られたような形になっております。車をね動かせばさらにねこういう運用体系っていうのは良い場所でもね当然そのまま移動運用できます。それがねちょっと最近ですと自分の駐車場よりもちょっとね買い物ついでに行った屋上の方が電波さらに飛ぶっていうことが分かったんで、運用するために移動することっていうのは私はあんまりないんですけど、買い物行った時に待ち時間にちょっと運用する意味合いで建物の上で軽くだけね運用させているようなスタイルをねちょっと作っていっているような形になっております。
この前もご紹介した144メガ、4分の1ラムダ、ラジアル8本、どうなったのか、中間結果ね、ご報告させていただきます。で、7月の11日なんですけど、パッと見た目は普通のコンディションですよね。別の松山の曲、自分の地元ばっかり言うて申し訳ないんですけど、また別の局長さんがね、入ってきてると。ですので、やっぱりこの間っていうのは昔 OM からも聞いたことあるんですけど、やっぱり道があるんだなっていうのがね、初めて分かりました。今までですとね、モービルホイップとか4段 GP とかちょっと上げて使ってる時はあんまり松山って入ってきたことがないんで、通常ですと大体岡山で終わってましたので、実際細かいこと言いますとね、石鎚山に反射してきてるんだとは思うんですけど、この辺にね 2000m に近い山があるんですけど、石鎚山経由だとは思うんですけど、この辺はねまた盆かなんかに帰れるようでしたら、ちょっとローカル局ともうちょっとその辺調査したいなと思っていますけど、また松山の曲がね別の曲が入ってきてるような形でした。あともう一つはね、やっぱり e スポがついに発生しました。で FT8 なんですけどね、カスカスでソ連のね曲を受信することができました。実際ね、これ皆さん多分3やとか1とか7でも見えてるような気配があったんで、皆さんも知っておられると思うんですけど、ソ連の方のね局長さんが2曲見えておりまして、お呼びはしたんですけどね、 QSO には至らなかったんですけどね、相手の方にね私の電波が届いているということが分かりまして、調べてますとね、その当時最大マックスですけど 0dB まで振ってたと。私の方はねマイナス 12dB ぐらいだった記憶があります。ですので多分先方の方がねいいアンテナとプリアンプも入った状態だとは思うんですけどね、一応理論上はねQSO が成立する条件は整ってたような形じゃないかなと思います。実際ね、最初通常 QSO をしている時っていうのは当然 e スポ出るのかなとは思ってたんですけど、ちょっと北海道の方がね怪しげな状態ともお聞きはしてたんですけど、開けるタイミングは他の曲と大体一緒でしたね。1分違いぐらいでファッと開けてきて、私もねこれはやばいと思って読んでみたんですけど、10分ぐらいは見えてたんじゃないかなと思います。結構ね QSB は伴ってるなっていう感じはあったんですけど、結構はね聞こえておったんですけど、やっぱ落ちるタイミングが前の曲も早かったですね。やっぱりしょぼしょぼの4分の1ラムダの GP です。ちょっと落ちるタイミングは早かったなとは思うんですけど、意外とねそれでも楽しめたような形になっております。悔しいこと言いますとね、平日だったら QSO できたんじゃないんかなと、4分の1ラムダのしょぼしょぼ GP でもね平日でしたらね曲数も少ないんでできたんじゃないかなということでね、ちょっと残念でしたっていうある意味報告にもなっております。結果的にね悔しいんですけど、やっぱ FT8 っていう通信でギリギリノイズレベル以下でも通信ができる、それと相手局にも電波が伝わってたっていうのはね確認ができたんで、 QSO ができなくても自己満足な世界ですけど、相手まで電波が飛んでお呼びした意思まではね届いてたっていうのが分かりましたので、個人的にはね非常にね満足のいった一日過ごすことができました。こういう形で移動運用情報もね後半追記していきたいなと思っております。また今後ともよろしくお願いいたします。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。